61歳で会社を辞めてもうすぐ65歳、無職です。老後は働かずに暮らしたいと思って早めに会社を辞めました。今もその選択を後悔はしていません。でも先日家族で函館を旅行した時に70歳のタクシー運転手さんと出会って、老後も働く生き方も悪くないなと感じました。もちろん生活のためにいやいや仕事を我慢して続けるという話ではありません。自分が面白いと思える仕事を自分のペースで続ける、そんな働き方です。今回は妻も2人の子供も家族全員がファンになった70歳タクシー運転手のおっちゃんの話です。函館では夜景を見るために函館山に行く予定でした。ロープウェイはかなり混雑すると聞いていたので、当初はバスで登るつもりでした。その日の夕方、赤レンガ倉庫街を歩き回り、家族全員が疲れてホテルへ戻る途中、目の前でタクシーがお客さんを降ろしました。タクシーは高いかな、そう思いましたが、もう歩く気力がありません。私が手を挙げると、運転手さんが笑顔でうなずき、車を寄せてくれました。車内で今夜はバスで函館山に行くと話すと、運転手のおっちゃんが言いました。4人だったらタクシーの方がいいと思うよ。函館の日没は午後7時ごろ。帰りのバスは時間が早く、混雑で間に合わない可能性もある。ロープウェイも4人分だとそれなりの金額になります。待ち時間や移動の手間まで考えれば、タクシーの方がいいというのです。なるほど。じゃあ夜8時にホテルへ迎えに来てもらえますか？こうして偶然乗ったタクシーのおっちゃんに函館山を案内してもらうことになりました。夜8時、おっちゃんは時間通りにやってきました。年齢を聞くとちょうど70歳。笑顔のかわいい、話の面白いおっちゃんです。函館山を登る途中、何か所かで車を止め、高さによって夜景の見え方が違うことや、海岸の美しい景色を教えてくれました。ただ山頂まで運ぶのではありません。道中から私たちを楽しませてくれるのです。山頂の駐車場はタクシーで混雑していました。駐車場所が空き、おっちゃんが車を入れようとすると、別会社の運転手さんが後ろに立って誘導してくれます。会社は違っても顔なじみで、普段から助け合っているそうです。おっちゃんはその人たちと楽しそうに話していました。展望施設の中は観光客でごった返していました。
ところがおっちゃんはこっちこっちと空いている通路をスイスイ進んでいきます。施設のスタッフと挨拶を交わしながら混雑していないエレベーターへ私たちを案内し、あっという間に屋上へ到着しました。この人、函館山を知り尽くしている。本当にそう思いました。夜景を見た後、家族で記念写真を撮ることになりました。私のスマホを渡すと、おっちゃんが言いました。秘密兵器出すからね。何が出てくるのかと思ったら、バッグの中から LED 照明を取り出しました。スマホだけでは暗くなる家族の顔を照らし、後ろの夜景もきれいに入るように撮ってくれます。プロだ。このおっちゃんは完全にプロだ。運転手なのか観光案内人なのかカメラマンなのかは分かりませんが、多分全部です。撮影が終わると、私は駐車場で待ってるからゆっくり見ておいでと言って、おっちゃんは先に駐車場に戻りました。しばらくして私たちも駐車場に行くと、おっちゃんは他のタクシーの駐車を誘導していました。自分のお客さんを待っている間にも誰かを手伝っている。しかも本人は楽しそうなのです。下山する途中、ロープウェイ乗り場の前を通ると、大勢の人が順番を待っていました。真っ暗な道を歩いて下山している家族もいました。おっちゃんの言った通りでした。戻る途中、函館名物の焼き鳥弁当を買いました。これもおっちゃんが事前に予約しておけば待たなくていいと教えてくれたので、山の上から電話して店に着くとすぐに受け取れました。ホテルに到着した時の料金は8350円でした。ロープウェイに乗れば往復4人で7200円。麓までの交通費もかかります。家族4人分の移動、待ち時間の少なさ、途中の景色、混雑を避ける案内、そして家族写真。そのすべてを考えると大満足でした。何より妻も2人の子供も、あのおっちゃん面白かったね。家族全員がすっかりファンになっていました。妻と子供が焼き鳥弁当を受け取ってる間、車内でおっちゃん自身の話を聞きました。以前は運送関係の大手企業に勤め、東京をはじめ各地へ転勤したそうです。定年後の現在は企業年金と公的年金を受け取りながらタクシー運転手として働いているそうです。私は聞きました。どうして今も働いているんですか？するとおっちゃんは笑いながら答えました。仕事が面白いんだ。趣味みたいなもんだね。70歳になっても働いているから立派だ
と言いたいわけではありません。老後も働くべきだというつもりもありません。私自身は61歳で会社を辞めましたし、今の暮らしを気に入っています。でもあのおっちゃんを見て、仕事は必ずしも老後の楽しみを制限するものではないと思いました。仲間がいる、お客さんがいる、自分の経験や知識が誰かの役に立つ。そして自分自身も面白い。そんな仕事なら老後の自由を減らすのではなく、むしろ毎日を豊かにするのかもしれません。会社員時代のように収入や立場のために無理をする必要もありません。働かなくても暮らせるなら働かなくてもいい。でも面白いと思える仕事なら続けてもいい。老後の自由とは仕事をしないことだけではなく、働くか働かないかを自分で選べることなのだと思います。函館で出会ったおっちゃんは自分の仕事を楽しんでいました。その楽しさが仲間やお客さんにも伝わっていました。自分だけが楽しいのではなく、一緒にいる人まで楽しくさせてしまう。だからわずか数時間一緒にいただけの私たち家族までファンになったのだと思います。老後に幸せになれる人の特徴。それは働いていることでもそうでないことでもありません。自分に合った生き方を選び、その毎日を本人が楽しんでいること。函館で出会った70歳のおっちゃんを見て、私はそんな老後も素敵だなと思いました。皆さんは老後も働きたいと思いますか？それとも仕事から離れて暮らしたいでしょうか？今回の感想などコメントで教えてください。このチャンネルではリタイア後のリアルなお金の話や日々の暮らしについて発信しています。チャンネル登録といいね、ハイプをいただけると励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。